よいしょ。美味しいです。どうですか。5分ぐらいなってる。これね、お好みのだしですね。一晩ちょっとつけてる。そうです。これそれがいいしね。はい。いや、腹削りというか。これを。普通の花ガツオと呼ばれるペパテにしたい。あ。よいしょ。ここから湧き上がる直前までこのまま沸かしていく。まあ2時3時、まあ5、6時間ぐらいはことこと、はい、ゆっくり時間をかけて、はい。いいよ、これ。ああ。5キロ小麦粉。小麦粉。ダマなってるの。ダマをまず潰す作業から。だしと混ぜた時にそこだけこう残っちゃって、なのでちゃんと潰しとかないと、たまにこうポンと触るとこう小麦がパッと出てくるんで。だし。よいしょ。いいよ。やっぱこの生地の中にどれだけだしがね、美味しいだしが入るかで。マジこれトレーニングです。本当す。これ20年経ってもね、しんどい。これはしんどい。卵、つなぎのちょっと妹が入ってるんですけど、これをよいしょ。
卵の消費量もすごい。これが完成です。これは大体毎日2個ぐらいはコンスタントに混ぜてします。よいしょ。これで沸いてきたら密閉というか蓋せずに開けて、ここからコトコトしないとアクが回っちゃって濁るんですよ、出して。なのでここからが逆にコトコトゆっくり。ゆらゆらぐらい。でかいな、この。でかいっすね。マジ顔ぐらいありますよ、これ。やばないですか、これ。よいしょ。1枚2枚を。半分。柔らかい葉がこっち芯の方なんですけど、もう柔らかい方がいいですね。よいしょ。こっちをなるべく焼きそばのキャベツとかに。よいしょ。こういう感じで、こっちが焼きそばのキャベツ。よいしょ。こっちが芯が多いんで、まあでも意外とこの芯って甘くて美味しいんですけど、はい。大きい芯が多いんで。気持ち細めにっていうか、さっきよりも細めに切っていく。どうしてもまだ下にこう芯がいっぱいあるんで、ちょっとずつこう角度を変えながら、でどこにでも芯の甘みがくるように。はい、こんな感じです。あまり大きく入るとちょっとその分噛んだら硬くてあれなんですけど、意外とでもここに旨味がある。はい。これがねモダン焼き用です。この部分が意外とね、かなり細く煮込むみたいな。一番美味しいのは多分ここだと思うんですけど、ギリギリまでこうやって、これはこうやって細かく切ればお好みのこっちと、はい、まあ、余すとこなく使うって感じです。全然あれなんですけど、ここをさらにこうやって、まああとこういう芯とかをですかね、あとはまあこの上の葉っぱもう洗って全部平日のランチのお味噌汁の出汁に使います。これを圧力鍋にさっとね、まあさっとだけ茹でてというかするとすごい黄金色の出汁が出て、ぜひこれ家庭でもやってほしいですね。そうなんですね。すぐできます。はい。でこの出汁入れてるお味噌汁と入れてないお味噌汁全然味が違うんで、実は隠し味に入れてます。
この頭が、まあ、これはまたお味噌汁に入れたりとか、また出汁を取る部分に回っていきます。店長のおすすめ焼きっていう商品があるんですけど、お休みの時に、まあ、家の近くの焼き鳥屋さんに行って、なんかこう新しい商品ないかな、作られへんかなと思って、たまたまネギマを頼んで、それをヒントに、考案したお好み焼きなんですけど、当てにもなって、ご飯にもなるというか、品川店のちょっとした看板メニューもなってくれて、はい。そうです。よいしょ。ソース屋さんにオリジナルブレンドしていただいてお願いしてる分ですかね、これ。よいしょ。ちくわとこんにゃくとタコとエビとイカ、あと特徴的にはうち大葉が入るんで、お好み焼きの中に、はい、大葉とこれが豚、よいしょ、これが牛すじ、冷たい、これが人気の牛すじです。これね、一度ボイルしたものを一晩寝かせてカットした状態のものですね。一品の踏まえた牛すじのいいところだけを取ってるお肉。これスジポンって言って、牛すじのお肉と、それに、ポン酢とネギをかけて食べるものなんですけど、もう席についてはこれ食べてっていう。一番人気はやっぱ筋焼きですかね。まあ、50枚とか60枚ぐらい焼いてそうなイメージですね。はい。大阪からのイメージ。はい。アンチョビソース。うちだけでやってる海鮮アンチョビ塩焼きそばに使います。やっぱお肉というかまあ柄が入るとなんていうんですかね、深みが出るというか、とても昆布と魚だけのあっさり、本当のシンプルな出汁って感じですね。まあ、お好み焼きだけで、まあ、うどんとかまあそうですけど、出汁ってやっぱり大事ですよね。まあ、お鍋するときとかもそうですけど、はい。出汁が入る入らないだいぶ味が変わるんで。これが出汁で。生醤油じゃなくて、ちょっとだけ出汁を作ってるお醤油。別に焼きうどんとか、あとはね、お好み焼きソース味だけじゃなくて、お醤油味もやってて、はい。まあ、お醤油をかけてさっと炙るんですけど、味付けを変えて、はい。ウスターソース。元からもう混ぜちゃいます。
いっすね。よいしょ。牡蠣はね、11月から2月までの4ヶ月間の期間限定なんですけど、よいしょ。牡蠣とか貝柱とかすごい味が、やっぱ食材で言うと味が出るんで美味しいです。営業終わった後全部削るんですよ。削ると次のなんていうんですか、削らない方が調理しやすいんですけど馴染んでるんで、要は一発目こう入ってきた時のお店の雰囲気というか、はい。4番3名様です。はーい。はい、穴を開けてひっくり返すんですけど、穴を開けてその穴からこの油と一緒にうまみをこう吸わしてあげるというか、お醤油味が早速通ったんで、本来ならばおソースで仕上げるところを常連さんがお醤油で作ると思うんで。これは筋焼きのお醤油味なんです。これ海苔かけて和風にお願いします。店長のおすすめ焼き。はい。さっき炒めた鶏皮。店長おすすめ焼き。またちょっと変わったポン酢ですね。タレを配合したタレをかけます。シンプルごまと唐辛子。いらっしゃいませ。もみのり。辛いのが好きだと一味かけていただいたらすごい。焼きなんですけど、塗ってる間にこういい感じに焼き上がるように、ここの卵
卵は潰した方がいいかとか聞かれるんですけど、まあ、そこはお好みやからって毎回心の中で思ってますカウンターのかけ全部ソース全部醤油っていうよりも半分とした方が楽しんでもらえるかなっていう単純なあれなんですけど、まあ、自分やったらどういう風に知ってもらったら嬉しいかなとかおおっと思うかなとかね、そんなんいつも考えてます。あと水田さんもこちらが醤油とソースです。筋焼き。鶏皮が美味しいよね。鶏皮なんだこれ。パリパリして鶏皮か。美味しいね。ちょっとうちオリジナルになるんですけど、豚とイカとキャベツと麺で焼きそばをこうやって作って、卵とねだしでそういったものを中に入れて混ぜ込んだもの。昔ね、うちの大阪のマスターがなんか焼きそばを作って真っ赤に食べようと思って、で作ってお皿にあげといたらね、お客さんがどっと入ってきはって、まあ、食べられへんくなったらしいんですよ。でまあ、時間が経ってから食べようと思ったらもうカピカピで、まあ、捨てるのももったいないしって言って、この卵とだしと混ぜてこう鉄板に流したのが最初の由来らしいんですけど、これがモダン焼き。よくしといて。アンチョビソース、海鮮アンチョビソース。いやいや、出た。すいません、お待たせしました。海鮮アンチョビ塩焼きそばです。上からレモンかけて召し上がってます。もちです。よいしょ。これも抜きます。よいしょ。もうお好みが熱いから返してくれってこうささやいてくるんで、ささやいてないから叫んでくるんで、そろそろかいて、対応できるようとする。そうです。ちょっとだけ
食べるだけでいい。美味しいです。ソースが美味しくて、で久々に食べるとこれこれっていうような。あと自分で焼かなくていいっていうところもなんか完璧な状態で持ってきてもらえるので、そこも好きです。なんか子供をね、なんかお好み焼きすごいこう家族連れの方が見て、まあ、ほんまにちっちゃいお子さん連れてきはる方も中にはいらっしゃるんですけど、うちのマスターが、料理提供したらマスターその子ちょっと稼ぎ言うて抱きかかえるんですよ。であやしてる間にお客さんがご飯食べる。もうそのマスターから教えてもらったことを、まあ、今後その若い、ね、子たちにこういう風な教えがあったようじゃないですけど、まあ、伝えていくのが、まあそのね、私たちその各店舗の店長の仕事であったりとかするんですけど。